今回の試乗は非常に楽しみですね。BMW の M モデル M2 クーペ G87 高速試乗行ってみたいと思います。これは最高だな。それでは本編行きましょう。はい。ということで、今回はですね、冒頭からテンションが高いんですけれども、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車塩好きチャンネルです。今回はかねてより興味津々だった BMW の M2G87 型に乗っていきたいと思います。この M2 はですね、フルモデルチェンジされてですね、一般道ではもうすでに試乗しているんですけれども、お世話になっているディーラーさんに高速試乗を存分にしていいですよという許可いただきましたので、今回ですね、高速試乗行ってみたいと思います。試乗するモデルは M2 の G87 の初期型ですね。2024年の6月に改良新型がもう発表されていますけれども、そちらも気になるところですよね。スペックの違いとしては、改良の方が20馬力アップしています。ただですね、この元々の初期型でも直列6気筒、BMW の S58 型エンジンを搭載しており、460馬力の550ニュートンメートル発生ということで非常に楽しみなスペックですね。それでは早速 M2 の高速試乗スタートしたいと思います。まずはですね、一般道を流しながら高速道路に向かいたいと思います。その中でですね、街乗りについてもインプレッションしたいと思います。BMW の M モデルが気になる方、次の車高性能にしたいという方はですね、ぜひ最後までご覧ください。私自身も次の車の候補の一つとして M2 考えています。ではですね、今街乗り始まっていますけれども、この M2 はですね、もう分かりますかね、ここの街乗りでも隠しきれないサウンド秘めていますよね。この後もうちょっと踏んでみたいと思いますが、このようにですね、流していても底知れぬパワーを感じられるというところでワクワク感がもう高まってきますよね。そして足回りですけれども、さすがにですね、柔らかくはないですね。3シリーズの私 M340i 乗っていたことありますけれども、その M パフォーマンスモデルと比べてこの M ハイパフォーマンスモデルである M2 は足回りが明確にそれより締まっていると思います。ただですね、今みたいな段差、当然ですね、入力はしてくるんですけれども、ボディ剛性がめちゃくちゃ高いおかげで収束も早いというのは言えると思いますね。なので街乗りで走行モードを、ノーマルにカスタマイズしておけば、不快な感じはないというのが正直なところだと思います。ただですね、同乗者ですとかこういうスポーツカータイプで慣れていない方に乗った時にはやはり硬いなというのは思うと思いますけれども、皆さん M2 興味ある方からすると全然問題ない範囲じゃないかなというふうに思います。ここら辺もですね、結構万能性高められているなと思えるところですよね。そして今回乗っているのは8速 AT のタイプですけれども、 M2 はですね、もちろんマニュアルトランスミッションも選べるということで今や貴重なモデルだと思います。そしてトルクがですね、めちゃくちゃ太いですね。今街で流しているレベルですけれども、溢れるトルクがですね、運転していて感じられます。ここら辺も秘めたる力というところですかね。ちょっと踏んでみたいと思いますが、回転の高まりがさすがいいですね。これでまだ走行モードコンフォートですからね。やはり直列6気筒のスムーズさの中に荒々しさが混じっていて、かなり楽しいなと思いますね。ここら辺はですね、 M パフォーマンスモデルとはやはり違う、M モデルだなというところだと思います。またですね、スペックをよく確認されている方はすでにご承知かと思いますけれども、この音の高まりがさすが M だと、めっちゃ気持ちいいですね。最高、いいですね。今やはりすごい加速力だなと思いましたけれども、スペック上でいうとこの460馬力というところに、車重がですね、この M2 新型のものは AT で1730キロということになっているので、もちろんですね、言うなればもう結構軽くないぞというところだと思います。
ライトウェイトスポーツとはちょっと言えないんですけれども、460馬力、カイラ新型は480馬力ですけれども、それに対して、この重さでいうとですね、全然パワフル感はあるかなというふうに思います。なんせですね、この M2 は装備面でも非常に充実しているので、軽量化をとことん突き詰めたっていうよりは、快適性、先進性も合わせ持った中でスポーツ走行ができる車ということになっているんじゃないかなっていうのが私の感想ですね。ではちょっと高速道路着いたんで、ここから高速走行してみたいと思います。いやー楽しみだな。もちろんですね、走行モードはスポーツプラス。高速の合流での加速の時はちょっと私静かにしてますね。ここからですね。からの追い越し、音の高まりがめちゃくちゃ気持ちよかったですね。回転数が高まってですね、このシフトアップの時にボンっていう衝撃もあって、非常にですねフィーリングもいいと思います。当然ですね、直列6気筒のめちゃくちゃスムーズな吹き上がりに加えて、サウンドの高まりと変速の演出というか変速感が感じられるというところがもういちいち楽しいですね。めっちゃ楽しかったな。あっという間ですね。高速は非常にここも街乗りでもこのように信号からの加速ダッシュっていうのも楽しめると思いますね。当然ですね、最高速には全然いかないんですけれども、止まってからの発進加速だけでも非常に楽しいなと思いますね。ここら辺も非常に面白いモデルだなと思います。もちろんですね、この M2 になると、本領発揮するところはサーキットだと思いますので、ぜひ所有したらサーキット行ってみたいなという方が多いんじゃないかなと思いますけれども、今回街乗りと高速含めてやってきて、かなり懐が広くなったなというのが私の印象ですし、シートヒーターとか標準的にいろいろ便利なものも装備されているので、不自由なく乗れるモデルになったなというのが私の感想です。何よりですね、 BMW の M モデルで直列6気筒、エンジンが S58 型ということで、上位である M3 とか M4 と同じエンジンを積んでるわけですね。デチューンはされていますけれども、そこら辺もですね M2 の格上げっていうのを感じますよね。パッケージは M4 と共通なので、ここら辺がですね、M4 になれば510馬力に行きますけれども、460馬力、480馬力でももう十分すぎる感じですね。今日試乗した高速のところで合流加速しましたけれども、全然踏み切れてないレベルでした。そこら辺もですね、M2 の秘めたるパワーを発揮するのには、当然しかるべき場所に行かないといけないんですけれども、こういったですね街乗りとか高速の中でも楽しめるっていうのがこの新しい M2 の魅力でもあるんじゃないかなと思いました。今回もご視聴いただきありがとうございます。私もですねかなり具体的にこれ検討したいと思いました。それでは皆様も良いカーライフを。